こんにちは、堀口教授です。今回はザマッチの感想を佐野さんが言えって言うんで、それを取ります。はい。よろしくお願いします。お願いします。10試合目、中村選手対ルナペタス選手。ペタス選手。自分予想ではペタス選手が普通に勝つのかなと思ったら、思いっきりなんかパワーで押されてましたよね。中村選手めちゃめちゃごっつい、なんか総合の選手みたいな体してましたよね。分厚いですよね。はい。中村選手ってあれですよね、キックボクシングですよね、ライズだから。そうです、そうです。なんか戦い的になんか総合、体とかも総合の選手なのかなって一瞬思っちゃいましたよね。確かに。大きいです。これ予想では、このレオナ・ペタス選手が勝つのかなと思ってましたけど、ひっくり返しましたよね、マジで。っていう印象でしたね、自分は。なんかパワー負けしてるみたいな。どうですか、佐野さんは。いや、僕も予想ではレオナ・ペタス選手が勝つかなと思ってたんですけど、実際試合見ると、まあでも、もしかしたら延長行くのかなとも思ったんですけどね。いい分だなと。結構周りのその観客席見てる人も、いや、これ延長かなみたいな。次が、カイト選手対14試合の。ノイリ選手。このノイリー選手っていうのが勝つと思ってたんですけど、思いっきり覆しましたよね。確かに。戦前では、まあ、日本人で相手がいないぐらいに言われてましたね。なんか、調子悪かったのかなって見えたんですよね、自分は。なんか、いつも鉄壁のガードじゃないですか。なんか、それにカイト選手が、なんだろうな、その鉄壁のガードをうまく崩してたっていうのもありますけど、なんかすごい、なんか、良さが消されたなっていう試合ですよね、ノイリー選手。って思いましたね。すごいカイト選手がうまく相手の土俵でうまく立ち回ったって感じですかね。どう思います？戦前の予想ではどういう展開だと思ってたんですか、今日。もう予想ではそのいつもこのガードで固めてバチバチバチっていうのが入って、普通に勝つんだろうなと思ってましたけど、なんかカイト選手もすごい打たれ強くて倒れなくて、確かになんか同じような戦い方だったじゃないですか。なんかこう似てましたね。だからすごいなんだろうな、もうちょっと野尻選手が一方的に効かせるのかなと思ったら逆でカイト選手が押してましたね。なんか1ラウンドでノイリ選手が骨折してたみたいですね、右腕を。そうなんすか。だからですか。なんか動き悪いなってずっと思ってたんですよ。なんなんだ、どうしたんだろうと思ったんですけど、そういうことっすね。減量失敗でもしたのかなと思って。なんか試合後の会見で包帯巻いて、その骨折してたっていうのを言ってましたね。自分試合しか見てないんで、その情報はなかったですね。で、最後メインの天心君 VS タケル君。自分会場にいなかったんで分かんないですけど、すごい盛り上がってたんですか？いや、めちゃくちゃ盛り上がってましたね。まずもうなんか入場の演出とかも、お金のかけ方がすごかったですよ。もう引いてまくりの。とにかく演出もすごくて、会場の盛り上がりも。空中浮遊してるっていうのは聞きましたよ。そうです、そうです。空中浮遊してる。この試合は前回も自分が予想してた通りな結果になりましたよね。判定でも KO でも天心君が取るのかなと。なんでかっていうと、やっぱり体重がやっぱりね、戻せないっていうのがきついのかなと。あと、武君やっぱ精神的に追い詰められやすいのかなっていうのがありましたね。試合見ててもなんかいつもの動き、もちろん天心君はその穴をついていくスタイルなんで、うまく穴ついたなっていう感じなんですけど、なんかいつも通りの動きじゃないような気もしました、武君の動き。硬い感じですか？硬いのもありますし、もちろんその天心君が相手の動きを取らせなかった、カウンターを入れて出づらくしたっていうのもありますけど、だからもうちょっと武君がガチャガチャいくかなとは思ったんですよね。でもそこまでいかなかったんで、警戒してるのか、その1ラウンド目のカウンターを、それなのか、体調がどうだったのかなっていうのは思いましたね。やっぱその体重の戻しの制限があることでパワーが落ちるとかは見てて思いました。でもパワーが落ちたとでもそうですね。
やっぱり、体重の戻しとかもあるときついものはありますよね。まあいろいろ言う人はいるんですけど、戻し4キロぐらい戻せれば問題ないとか言う人はいるんですけど、やっぱり体重って重りなんで、パンチにそれが乗っていくんで、まあ、やっぱり違いはありますよね。で、たけるくん普段から追い込んで落としてるって言ってたじゃないですか。まあ、インタビューとか聞いてて言ってたんで、これ動き取れねえだろうなって自分はもう最初から思ってました。やっぱりもうその筋肉とかも削っていっちゃうわけなんで、そうなるとやっぱ体って疲弊していっちゃうんですよね。体力も戻っていかないし、減量して開けても、だからすごい体にダメージがあるんじゃないかなってまだ思いますね。まあ精神的にもすごいやられてるじゃないですか。まあそういうのはあるんじゃないかなと思いましたね。パワーだけじゃなくてスタミナもやっぱ戻しに制限あると。やっぱりそうですね。自分の元の体重から落としてるわけなんで、試合の日もやっぱりすごい本当に命を削ってやってるんじゃないかなっていう感じですよね。って思いました、自分は。1ラウンドの天心選手のカウンターでダウン取ったやつはどう思いましたか？そうですね。やっぱり天心君だなっていうのは思いましたよね。やっぱ技術で。やっぱ技術もそうだし、その穴をつくのがうまいんですよ、天心君って。親父さんとかもそうなんですけど、その天心君の親父さんとかも、ここが弱点だって、そういう見分け方っていうか、で、見分けて、その分析できて、それを、試合で実行できる力があるんで、天心君には、ああいう結果になりましたよね。正直あそこで自分たけるくん立たないかなと思ったんですよね。もう綺麗に入ってましたもんね、顎に。あとやっぱ減量とかで顎弱くなるんで、これで終わっちゃうのかなと思いましたけど、もう立ってきて、すごく頑張ってましたよね、本当に。やっぱ打たれ強いですよね。打たれ強いですね。意外と天心君ってそのパンチ力じゃないんですよね。そのタイミングなんですよね。人間ってこの予想してないところからパンってこう衝撃走るとすぐポタッと倒れちゃうんですよ。それをうまくついてきますよね。カウンターだったりとか、わからないところから入れてったりとか。そこがうまいですよね。でも本当、日本中が盛り上がった試合ですよね。めちゃくちゃ盛り上がりましたね。もう一個言うと、地上波やれや、この野郎っていうのがあります。確かに、本当直前でなくなっちゃいましたもんね。でも地上波やってたら、結構視聴率もいったんじゃないですかね。いったと思うし、もっと盛り上がったと思いますよ。もちろんその会場自体ではすごい盛り上がってると思いますけど、自分行ってないんで分かんないですけど、なんか旬と終わったなっていうイメージなんですよ、自分は。やっぱ地上波があったらもうちょっと盛り上がってたんじゃないかなと思います。やっぱテレビ放送、日本のテレビ放送ってやっぱすごいじゃないですか。みんな見るし、無料だし。だからやっぱりテレビでやってほしかったなっていうのはありますよね。なんか今はネットの時代だっていう人もやっぱいますけど、そうじゃないんじゃないかなとは自分は思いました。だってテレビが引いた瞬間、やっぱり宣伝とかもすごい少なくなったじゃないですか。そうですね。今日たけるくんと天心くんやるんだみたいな、なんかシュンと始まり、会場は盛り上がったかもしれないですけど、イメージはですよ、アメリカにいる、イメージはシュンと始まり、シュンと終わったなっていうイメージです。地上波の宣伝があったら、おーってみんなもっと盛り上がったと思います、俺はね。格闘技ファンからしたら盛り上がったけど、その一般層まではすごい盛り上がったと思いますけど、一般層も。でも、やっぱペーパービュー買って何々してってなったら、お金払ってまで見ないかなっていう方が多いかなって思いますね、自分は。ペーパービューは確か50万件とか売れたみたいですね。でもそう言ってもやっぱり地上波でやってほしかったなとは思いますよね。こんな感じですね、自分の。タラレバの話になるんですけど、仮に3ラウンド制じゃなくて5ラウンド制とかだったら、たける選手と天心選手の試合はどうなってたと思います？一概には言えないですけど、たける選手がどんどんペース掴んでいったのかなとは思いますよね。
3ラウンド目やっぱ攻めなきゃっていうのをずっと攻めてたじゃないですか。うん。で結構被弾するとこもあったじゃないですか、そのありましたね。うん。はい。だからそういうガチャガチャゲーに持っていければ勝機はありますよね。まあ、長くなればなるほど多分タケル君が有利になるのかなとは思いますけど、やっぱりそこでね減量のダメージだったりがあるから、まあ一概には何とも言えないですよね。あそこで全ての力を出したと思うんで、3ラウンド目の。ありがとうございます。はい。まあやっぱり格闘技なんで強い者同士がやんないとやっぱ盛り上がんないですよね。もうなんだろう、証明できてるじゃないですか。もうやっぱ最終的にはそこっすよ。どっちが強いんだって。タケル選手の会見で、はい、まあ、記者の方から MMA 転向するっていう話もありますが、みたいな質問があって、で、タケル選手本人は否定はしてなかったんですよね。まあ、いろんな可能性があるみたいな。でもし、タケル選手が、まあ、MMA 転向するとしたら、どう思いますか？まあそうですね。やっぱり、難しいと思いますよ。やっぱガラッと変わるので、まあでも本人の頑張り次第では、ね、不可能なんてないと思ってるんで、自分は。だからもうすぐ強くなるんじゃないですかって思いますよ。もし行ったら。ファイトスタイル的にはどうですかね？まあ、なんとも言えないですけど、オープンフィンガー薄いじゃないですか。まあ当たれば倒れるんで、いいとこもあるし悪いとこもありますよ。まあ、それはどんなスタイルでもそうだし、どうやってアジャストするかがやっぱ大事なので、どのファイトスタイルだからダメとかそういうのはないですね。だってあんなに弱いって言われてた伝統派空手とここまで来てますからね、自分は。もともとそうですよね。そうだから別に誰が何と言おうと自分が努力してどうやって生かしていくかをしっかり考えられれば、まあ何でもできますよね。じゃあこんな感想でした、僕は。はい。すごい苦情来ると思うんですけど大丈夫ですか？たけるくんとか天心くんのファンは、本日お前何けなしてんだよってなりますよ。自分の見たザマッチを見た感想でした。チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。